巻のお母さんがね、食べられちゃうシーンだよね。グロテスクなシーンなんだけども、そのグロテスクさを見ないでほしいんですよ。見てほしいポイントはどこかっていうと、お母さんが、私のことはいいから逃げてっていうふうなことで子供たちを逃げさせるんだけども、それでも助けてって言いそうになって自分の顔を行かないでっていうのをぐっと抑えるんだよね。この逃げる子供に対して行かないでっていう口で抑えるここまでの表現だったらそんなにびっくりしないんだけど、次のページのこの下の方ね、お母さんがこれから食われるっていう時にこの目線移動を見て、最初手前を見てて、そして前を向く。食われるっていう時に息子と目が合っちゃうんだよね。このまま食われたら息子の心に永遠に取れないトラウマを残しちゃうから、わざわざお母さん目を外したんだよ。鉄道事故で運転手さんのトラウマって何かっていうと、飛び込み自殺するやつと目が合っちゃうことなんだって。本当にもう眠れなくなるらしいんだよ。で、お母さんは自分の子供を逃がしてそのまま逃げろって言いながら助けてって言わないようにこうずーっと口を押さえて我慢したんだけど、でもやっぱり最後まで子供を見たいじゃん。逃げた子供が安全な場所から自分を見てるのを分かったら、あえて人生最後の瞬間に子供を見たいというのを心を抑えて、ふっと違う方向で目を外す。このね、微妙な心の動きをね、わずか23歳の作者が書いたっていうのすごいと思うよ。ほぼ全ての読者って言ってもいいと思う。ほとんどの読者が絶対に気がつかないところなんだよね。そういうふうなところで愛とは何かって、思いやりとは何かっていうのを作者は丁寧に書いていくと。2巻ミカサのね回想の話なんだけども、ミカサっていう女の子はさ、自分のお父さんとお母さんが殺されてしまったで、エレンがそこに助けに来てくれるんだけど、3人族がいたんだよ。2人までエレン殺してエレンそこで油断しちゃったんだよね。3人目がエレンに襲いかかった時にミカサはブルブル震えてしまった。戦えって言われてもそんな怖いことできない、怖くて体が動けないと思ってる時に、昆虫が死にかけた蝶々を食べてる絵っていうのが頭の中にふっと出てきて、で、そうだ、残酷なんだ、この世界っていうのは本当は残酷なんだっていうのをどんなに自分は見てきたのか。子供の頃ワクワクする目で昆虫が他の昆虫を食べるところを見てきたじゃないか。お父さんがカモを取ってきたのを見た。で、そこですごい喜んだと。この世界が弱肉強食っていうのは何かっていうと、残酷な世界であると同時にその残酷なことっていうのは誰かの喜びになっちゃってる世界だって。登場人物一人一人に関して根本的な世界観っていうのがね、すごい丁寧に語られてる。で、3巻になって話が本格的になっていく。胸が熱くなったのが、ピクシブ司令っていうね、司令官ができて、これがいいじいさんなんだけども、みんなね、やっぱりね、巨人と戦いたくないっていう、巨人と戦うために、調査兵団とかさ、駐屯兵団とか、あと憲兵隊みたいなものが作られてんだけどもさ、調査兵団以外は、実は実際に巨人と会ったことあるやつもいないし、戦ったことあるやつもいないんだ。だから実際に巨人が襲ってきたら、目の前で次々と仲間がガッと掴まれて食われる。食う時にぐっと握られて腹渡が口から出てくるっていうのを見て、本当に戦意喪失するんだよね。で、その結果、こんなところで戦って食われて殺されるよりは、まだ逃げた方がマシだと。逃げたら後ろから撃つというふうに言われても、その死に方の方がまだマシだと。今から巨人と戦って死ぬよりは、家族の元へ走って帰って死ぬ方を選ぼうという雰囲気にずーっとなっていくんだよね。で、それでピクシブ司令がやった一世一代の演説が、4年前の話をしようということで、巨人が入ってくることによって農地がなくなってしまったので、反撃作戦って言ったんだけど、実は口減らしだったと。全員の人口を抱えることはできない。このままでは餓死者が出てしまうので、あえて無謀な戦いをして人を減らしてしまったという話をして、人類が滅ぶのなら巨人に食い尽くされるのが原因ではないと。人間の殺し合いで滅ぶと。それが俺たちがいる世界の本質だと。なので我々はこれより奥の壁で死んではならん。どうかここで死んでくれっていうふうに大演説するんだよね。これが軍隊とか兵隊とかさ、政治の本質なんだよね。つまり家族のために頑張れとかそういうふうなことではなくて、巨人にみんな食われる前に逃げようというふうに考える気持ちはよくわかるけども、そうじゃないんだと。お前らがここから逃げたら3番目のウォールマリアを失った時よりもひどい飢餓状態が来て、人間同士が殺し合いをすることになる。それはもっと残酷なことだと。だからお前らは死ぬだろうから、死ぬんだったらこの壁より奥で死ぬんじゃなくて、今この場で死んでくれっていう頼み方するんだよ。なかなかね、すごい演説で、この漫画が思想書としての体を成しているところなんだよね。つまり何かに命を懸けることっていうのの
綺麗事の部分っていうのもあるんだ。次に汚い事っていうのもある。で、綺麗事といえば人類のために死んでもいいっていうのが綺麗事ね。汚い事っていうのは、そんなことを言っても家族がいるからもう俺は無理だと。もうあんな怖いの嫌だ。だから逃げるってこの本音みたいなもの。建前と本音ではなくて、その奥にある真実っていうのを見せちゃうんだね。じゃあその本音によってお前らが逃げてたらどうなるのかって言ったら、逃げてった先でお前ら家族はお互い一切れのパンを奪い合って家族同士で殺し合いするようになるぞと。それでいいのか。それは人間性を失うことであって死ぬことよりももっとひどいことじゃないかと。そんなことをお前は自分の息子や娘や自分の嫁さんにやらせたいのか。だったらここで死んでくれよっていう、とんでもないロジック言うんだけどさ、俺もう読んでて胸が熱くなる熱くなる。やばいって思っちゃったよね。岡田斗司夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。